おはようございます。しゅんやです。今日の FD レストアはこちら。ブレーキキャリパーをきれいに修理していきます。パッドはね、新しいのが入っていて、残量すごくあるんですけど、圧力かけるとね、ピストンの動きがあまり良くなくて、若干重たいような、そんな感じなので、シール類交換して、オーバーホールしたいと思います。で、これがリアのキャリパーですね。リアは肩持ちです。肩持ちでサイドブレーキが一緒になってるキャリパー。フロントは対向4ポットのマツダのキャリパー。で、これが左側。こっちは右側です。右側のキャリパーはライブ配信で分解作業をやりました。FD のキャリパー分解するの初めてで、少しね、手こずったりはしたんですけど、でも一応分解することはできました。で、こっち分解するのに、なんとなく構造は理解できたので、こっちはすんなりと作業を進めれると思います。まずは作業する前にしっかりと物取りを。結構ブレーキダストと汚れでキャリパーガビッガビになってます。こっちは表側。キャリパー自体はアルミで割と軽いです。で、こっちがリアのキャリパー。こっちはね、鉄です。だから赤サビが出てます。で、こっちがサイドブレーキの機構。ブラケットにスライドのところのゴムブーツついてるけど、これはあまり状態良くないですね。で、ひっくり返して、ピストンとブーツはこんな感じ。結構ブーツがね、ボロボロ。ちょっとブヨブヨした感じになっちゃってますね。フロントキャリパーはこんな感じ。それじゃあ分解していきます。まずはフロントキャリパーからブレーキパイプ外しちゃいます。そしてひっくり返してブレーキパッドを外していきます。錆びて動きがすごく悪い。で、ブレーキパッド。パッドはね、新品です。ローターもそうだったけど、ほぼほぼ使ってないような状態。めちゃくちゃ残量残ってます。でも、全然使ってなかったんだろうね。シムに塗られてるグリスはね、もうガッビガビに乾いてる。次、ピストン外します。ここに木の板を入れて、こっからエアー吹いてピストン出します。これで1個だけ出ちゃうから、これはあんま良くないですよ。1個だけ出てくるのは。ちょっと戻して、これでブレーキのピストンツール、これ使って1個ずつ外していきます。よいしょ、取れました。外したピストンは錆はないです。ちょっと汚れがあるから軽く掃除して磨いてあげれば再使用できそうです。ブリーダープラグも外して、これで終わりかな。これで全部外し終わりました。はい、じゃあ次、リアキャリパーいきます。
とりあえずブラケットからいこうか。ブラケットは大したものついてないです。これゴムブーツ引っ張って外しちゃって、でブレーキパッドを止めてる金具がいるので、この金具も外してブラケットは終わりで、本体リアブレーキはこういう工具使ってピストン外します。ちょうどね、ここにこういう切りかきが入ってるんで、この切りかきを回して外す。はい、ピストン、この中がネジになってます。これもピストン自体に錆びはないですね。でブーツがへばりついてる。錆びでくっついちゃってる。よいしょ。うわ、錆びでブーツがくっついてた。いや、錆び入り口部分だけどね、入り口部分がすごい錆び。中の方は綺麗だけど。でこの中に今度シャフトと、リテーナーとスナップリングで留められてるんで、スナップリング外します。よいしょ。外してリテーナー、スプリング、よいしょ。はい、これでシャフトが取れた。このシャフトのネジにここのピストンのネジがはまって、これでサイドブレーキの機構ですね。これがサイドブレーキで、こっち自体に油圧をかけるのが普通のリアブレーキで、裏側のサイドブレーキの機構、こっちも外す。スナップ、よいしょ。スプリング外して、ここのピン抜いて、これでワイヤー引っ張ってます。ここのブーツ、ここにもねゴムブーツがいるので、これも交換なんですよね。よいしょ。ここも錆びてる。よし、取れた。錆びでくっついてました。はい。で中にねニードルベアリングがいるんですけど、これは打ち込みで外すことできないんで、これはこのまま清掃して組み付けです。キャリパーの手前側は錆がすごいです。ただここはピストンが当たる部分じゃないから、錆落とししてきれいにしてあげれば再使用可能だと思います。で奥の方、シリンダー側は錆なし、傷もなし、状態すごくいいです。掃除すれば大丈夫ですね。フロントキャリパーも錆、傷なくて状態はすごくいいです。掃除すれば使えると思います。本来だとフロントキャリパー、ここ真ん中でね2分割できるんですよ。ボルトでくっついてるだけなんで。ただサービスマニュアル見ると、これボルト外して分解するなってなってたので、今回このまま作業を進めていきます。この中にねシールが入ってるんですけど、そのシールも部品設定ないし、分解すると元に戻せなくなるというか、シールを一回外してしまうと漏れる可能性があるので、今回このまま綺麗に掃除してブラストかけます。でピストンのこの中の方とかにブラストのメディアが入ると困るので、ここはマスキングで作業やっていきます。こっちも同じ。ここマスキングして、でここのパイプつくところとかも全部マスキングして、サンドブラストで綺麗に錆び落とし、塗装の下地作りをやっていきます。フルードがついてるとテープとかくっつかないんで、一回パーツクリーナーで洗います。そしてマスキング。
ビフォーアフター。ブラスト終了。この内側まで綺麗に汚れが落ちました。この辺のサビサビだったやつもピストン周り綺麗になりました。それじゃあ洗浄していきます。あ、マスキング剥がさない。マスキング剥がして、もう一回ねエアーブローをして、そしてパーツクリーナーですすぎをしてあります。そしてマスキングを剥がして部品洗浄。見えるかな、このピストンの周り、ゴムのブーツがつくところ、サビでねガッサガサになってるんで、キャリパーほじほじくん、これで一生懸命こうサビ落としやっておきます。塗装した後、ここのマツダの文字、これをね抜き文字にしたいので砥石かけて先に表面整えておきます。抜き文字で言い方合ってる？浮き文字かな、抜き文字かな、わかんないけど、塗装した後ここ削り落とすんで砥石かけます。下地処理終わりました。マスキングも終わってます。で、塗装方法はいつも通りこうやって台に吊るして、この状態で塗装をやっていきます。やっと下地処理終わって塗装だ。長かった下地処理。サンドブラストめっちゃ時間かかった。でもようやく塗装です。ということで今回使っていく塗料はこちら、キャリパーペイント、海外製の耐熱塗料です。使うのはプライマー、そしてベースの青、あとクリア、3種類使って塗装していきます。今回のキャリパーは青色です。ブルー、うちのかみさんの希望で青になりました。青でもね、紺色に近い青と水色に近い青といろいろあるじゃないですか。その中でもなんかこれが一番理想の色に近いかったみたいで、これで塗ってくれということなんで、これで塗ってきます。もちろん普通のねボディ用の塗料で塗っても、キャリパー街乗り程度だったら全然問題ないんですけど、峠とか、サーキット走ることないと思うけど、サーキットとかでこうブレーキガツンと踏むとやっぱりキャリパー300度400度って熱いくので、そうすると普通のボディ用の塗料だとね一発で塗装焼けてしまうから、耐熱ペイントです。一応これ耐熱温度が400度あるので、普通に乗ってる分には塗装ダメになることないと思うし、サーキット走ってもそうそう焼けてきたりとかはしないと思います。一応最初プライマーから塗っていきます。プライマー白、青の発色が良くなるように白いプライマーかな、そういう感じで、あと塗料の密着が良くなるようにね、キャリパーアルミなんでプライマー入れてからやっていきます。忘れてた、危うく塗装してしまうとこだった。塗装タイム行ってみよう。今回この塗料初使用だったんですが、結構癖の強い塗料でしたね。シンナー希釈多めで結構シャブい感じの塗料でした。それでいて
乾きは早いんですよね。だから速乾シンナー多めの塗料で塗ってるような、そんな感覚に近かったです。塗り方は薄膜で2回。プライマーだから色の決まりもあんまり良くなくて、ところどころ透けてる部分とかもあるんですけど、あまりのせすぎも良くないかなと思って、指示書通り薄膜で2回普通に塗装して終わりにしました。もう表面乾いてるんで、次は青色塗っていきます。ベースカラーは隠蔽力も高くて乾きも早いから塗りやすかったです。プライマーに白を塗ったから発色もいい感じでした。ただキャリパーの形状がちょっと複雑で、なかなか色の入らないところがあったりとかして、結局3回塗りでようやく色が決まったような感じです。ちょっと形状的に塗るのが難しかったです。最後にクリア2回塗りで仕上げます。塗装終了。翌日です。こんな感じで熱入れて1時間乾燥させます。その間に部品洗浄やっていきましょう。キャリパーの外した部品たち、これ洗っていきます。ブレーキパッドは残量も残っていて、まだまだ使えそうな感じだったんで再使用したいと思います。ただグリスが乾いてたんで綺麗に掃除して使えるように準備をしておきます。ディスクと当たる面はちょっと錆がすごかったので、軽くペーパーで磨いて、角はヤスリで整えて組み付けできるように準備をしておきました。ブレーキキャリパーが焼き上がりました。アルミの文字を削り出していきます。最初は240番で荒削り。とりあえずアルミの素地が出てくるまで頑張ります。そしてアルミの素地が出てきたら400番に番手を変えて、もう少し細かく艶が出るように磨いていきます。ただツヤツヤにするのもなんか違うかなと思ったんで、400番の砥石でヘアライン仕上げで終わらせました。よっしゃー、それじゃあ組み立てていきましょう。今回交換部品用意したのは宮古産のシールキット。これで組んでいきます。あ、ちゃんとねグリスも入ってました。新品のキャリパーみたい。このメリハリのある感じがいいよね。まずはシール類にグリスをどんどん塗っていきます。シール入れていきます。そしてピストンにもグリスを塗って、でブーツを先にかぶせてから入れていきます。これでピストンをセットして、先にブーツをキャリパー側に引っ掛けて、こんな状態でセットしたらピストンをムニュッと押し込む。ムニュッ、よいしょ。これでピストンが挿入できました。残り4つも同じように入れていきます。パッドの取り付けはブレーキローターつけて車につけるときにやります。なのでキャリパーはここで終了。とりあえずフロントキャリパー終わり。
次リアキャリパーやっていきます。リアキャリパー、サイドブレーキの機構が複雑すぎて、この辺から喋る余裕がなくなってます。かなりガチモードに入ってます。一番難しかったのは、シャフトを入れてリテーナーをスプリングで押さえるところ。腕が3本、4本欲しいってマジで思いました。正直道具さえあればどうにかできそうな部分ではあったんですけど、かなり狭いので作業が難航します。この写真のスナップリング、これがね、バネの力でバイーンって外側に弾けてくるんですよね。結局車庫マンで押さえるとうまく作業ができました。そしてこれがリアのサイドブレーキの機構です。ワイヤーで引っ張られると中のシャフトが押されてピストンが飛び出してきます。これでサイドブレーキがかかったような状態になります。リアのブレーキも組み終わりました。こっちもブーツだけ交換しておいた。あとパッドつけてスライドピン入れるのは車に乗っけてからやっていきます。そしたら反対側、もうワンセット残ってるんですけど、やる内容は同じ作業を繰り返しになってしまうので、こっちの映像はスキップします。はい、ということでブレーキキャリパーのオーバーホール完成です。いいね、マツダの文字のくり抜きがめっちゃ綺麗。こっちがリアブレーキ。で、動画撮ってないところで、スライドピン、これも掃除してつけておきました。で、ブレーキパッド。これね、ブレーキパッドのこのシム、リアのやつだけね、シムが3枚しかなかったんですよ。1枚紛失してた。これかな？これだな。これのパッドだけ、パッドに直でグリス塗って、で、ピストンを押してるようなところでした。だから、シムなかったんで、これ別で注文かけておきます。でもこれも錆びてるな。2枚かな。2枚新しいシム注文しておきます。フロントはちゃんとシム入ってたんで、問題なさそうです。あとは車に組むときにパッドとか入れて、ちゃんとスライドピンで固定して、やっていきたいと思います。今回の作業はここまで。いいね。綺麗ですね。ちなみにちゃんとオーバーホールしたからピストンの動きはめっちゃ良くなりました。最初固着しててピストンが出てくる感じもすごい硬い感じでしたもんね。ほら、4つが同時にちゃんと出てくる。すごくスムーズ。これが正常な動きです。これでブレーキの引きずりとかはなくなりますね。いい感じ。はい、ということで本日は FD のブレーキキャリパーのオーバーホールの動画でした。これで安心してうちのかみさんに車に乗ってもらえる。走れないより止まらないの方が危ないから、ブレーキだけはね、しっかりとメンテナンスしておきたかったです。そして、ブレーキキャリパー、青色になったけど、果たしてボディは何色になるんでしょうね。このキャリパーが合うボディカラー、果たして何色だろう。この車の色が何色になるのか気になって仕方ないという方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。登録してもらえると新着動画の通知がいくので見逃すことがなくなると思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。